飯旅 Season 5今回の飯旅は飯旅総集編16です。皆さんこんにちは。日本津々浦々食べまくり飯旅を続ける夫婦のチャンネルへようこそ。今回は総集編の第16弾。2年前はどんだけナレーションや編集が下手くそだったかも含めてあったかい目で見てくださいね。今回は2023年4月公開の札幌グルメ総集編です。それでは早速Let's get it started. 1. Toyohira Obangside Zabatong 住宅街の住宅改造したようなお店というか住宅そのものなんか超落ち着くんですけど、マジ玄関入ったらただいまーって感じ。看板に書いてある白髪頭のおばあちゃん出てくるのかと思ったら金髪のファンキーなおかんが出てきました。ここいいわ。安くてすごいバリューです。ね、サバ味噌のサバ下半身全部じゃん。パンパン。サバをこんなに食べるのは初めて。でも味付けが北海道とは違うような名古屋チック。八丁味噌かな。美味しい。これちょっと濃ゆい薄味好きな私には。いやすごいじゃないですか。これは嬉しい座布団ですね。小鉢が3品ついて小鉢だけでもご飯一膳いけちゃいそうです。ご飯はおかわり無料ですって。すごいわね。魚系も肉系もエロエロあってこれはうひゃほうな定食屋さんですね。Misono Ru Curry Garaku 国道36号線沿い人気のスープカレー大御所が作ったルーカレー屋さん。ずっと気になってたのよね。はい、スーパーの惣菜コーナーにここのカレーが並んでたのを一度食べて美味しかったので楽しみにしておりました。スーカレーの方は昔よく言ってたわよね。ブロッコリーって揚げたら美味しいよを教えてくれたお店。そうそう、どこが元祖なのかは知らないけれどもガラクで初めて揚げブロッコリー食べてミスタービーン顔になったんだよね。びっくりするぐらい美味しくってさ。ちょい焦げてるやつが最高なのね。ね、カレー屋さんは基本いつもはオートマチックにカツカレーから行くのですが、視聴者さんの奥さんがブチ切れたら困るので歯をくじばって野菜カレーを注文。まあ絵面的にも野菜カレーが綺麗でいいわ。カツカレーとは美しさが違う。確かにスーパーの惣菜コーナーで食べたやつとは印象がちょいと違いましたが美味しかったですね。スパイスカレーにとろみと甘みを加えたようなさらっとしたテイスト。辛さは下から4番目の大辛を注文したんだけどかなり辛いですね。これだいぶティッシュ使っちゃいました。いつものこと。 Fu Rai Do 平岸通りにある黄色い看板が目印の風来堂さん。味噌つけ麺が人気のお店。豚骨煮干し味のようなので興味津々でした。しかも2階は別店扱い旭川中華そばバージョン。あら好きなものだらけじゃん。そうだよ、なんと豚骨煮干しに柚子まで加わり、はい大好き3点セット。極太麺がツルツルシコシコうまいね。一見見た目みたいなスープに見えるんだけれどもゲ私ダメかも。それが全然くどくないんよ。深いコクと味わいの美味しいつけ麺でございましたよ。麺がめちゃめちゃ美しいわね。美味しそうでしょう。これはうまい。余談ですが今日宮の森で狐さんが横断歩道を渡っておりました。さすがは宮の森。育ちがいいのね狐も。 Toyohira Toriton 大人気回転寿司のトリトンさん。ここ豊平店も例外に漏れず大行列だったので閉店間際にお邪魔しました。はい、2人とも満腹なので今回は3皿だけ。飯旅ーズ得意技イカマグロチェックでございます。Ika Magulo Check かわいいアスパラ巻き。トリトンさんはいつもシャリやわめですね。これ普通なのかな。そうね、丸山も柔らかかったね。北見本店は普通だったけどね。それにしても値段上がってきてますね。本マグロは2貫484円す。去年までなら中トロが食えた値段だね。いやーマグロ好きには悲しい現実。これ以上高くならないで。私本マグロじゃなきゃダメなの。ほんまやで。今のサンマっぽくね。いやホイケンタっぽかった。だろ。
Menchuku Sandai Mare Haruichiya. 某有名ラーメン店の向かい側にございまするこちらのお店、いつも混んでて気になっておりました。さゆみさんを目指して規定の行列を見てチーンなってラーメン口になった腹ペコさんたちがこっちでいいか的に来てるのかと思いきや、どうやら実力人気があるみたいなのですのね。ちらりとメニューを覗いてみたらなんとエビラーメンかき揚げタイプだ。そりゃこのかき揚げ親父が黙ってるわけやんない。エビラーメン？そりゃあうちのエビクレイジーな神々おかみさんが黙ってるわけやない。行くっきゃないっしょ。今でしょ。ってことで初訪問でございます。何やらプロゴルファーがたくさん来てらっしゃるのね。丸山茂樹、宮里兄弟、星野秀正。芸能人もいろいろ来てるのね。知らなかったのは私たちだけ？いや、美味しかったですね。特にエビラーメン。私このエビラーメン一番好きかも。これ主食にしたいエビラーメンね。連れて帰りたい系のやつっす。味噌も香ばしくてうまかったな。美味しかった。強いて言えば割り箸じゃないのが食いづらかったね。そっちかい。これさ、プラスチックの箸食べづらいよね。ゴミ袋はプラスチック減らしてんのに、箸はプラスチック増えてる傾向。さてはて、どっちがエコなの？そう言われてみればそうね。一貫性ないわね。まあいつものことか。Chukari Towing。サブロクと環状線交差点近くの人気中華。かなり本格的な中華料理店。回転円卓とかあって一見高級そうなのにめっちゃ安いよね。これは人気出るわさ。ね、予約した方がベターね。激混み。結構リーズナブルなんでね、あれこれ頼みたくなるところを奥歯を食いしばって我慢の広東麺。私は麻婆麺。優しい美味しい中華ね。辛さはまあまあ山辺だけど。山辺か。魚かな、川魚かな、何かな。それね、ヤマメだね。Redo。これはまあまあヤバめだけどね。それがまたハマり要素ね。めっちゃスープ飲み干しそうになってたよね。グリーンがスープ飲み干すなんて年に1回あるかないかしょ。はい。だって皆さんしょっぺんですもの。このは大丈夫。めっちゃ美味しい。日本人が作る中華とはやはり一味違いますね。ワンさんっぽい顔だなぁ思って勝手にワンさんって呼んでたら本当にワンさんって名前でびっくりしました。ねえ、ホームページ見たらワンさんって書いてたの。中国ってワンさんとチンさんとシュウさんしかいないのかな。リーさんもチョウさんもいるよ。でもワンさんが一番多いんだって。1億人以上ワンさんだけでいる。中国人の 10% 以上がワンさんなんだって。日本の人口並みのワンさんじゃそりゃ多いわな。ちなみに日本一の名字佐藤さんは185万人で人口の 1.53% だから桁違いだね。いや、ワンさんすんげえな。ワンさんすんげえな。ワンさんかいるわ。Chikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai。そのね、子供の頃よく泊まりに来てたんですよね。いとこが住んでたのね。泊まりに行くと必ずカレーライスだったよね。なんでカレー好き？なんだろうね、俺が好きだからっていうことで用意してくれてたのか、いとこんちは毎日カレーを食ってたのかどっち。そんなわけないだろ。一郎ではないんだけどね、いとこは。そんな毎日は食わん。あれだよ、衝撃だったのが、必ず大きめのタンブラー14タンぐらいの水にスプーンがインしてっていうスタイルを体験した初めての。私それ体験したことある。あんまりないよね。ない。なんかひょっとしたらうちのいとこが編み出したのかもしれない。そのいとこがよく似ててね、俺とね。同じような人生をバンドやってて店やりだしてっていうね。ちょっとカリスマ性のある、いとこはカリスマ性があったからね、飲み屋とかやってもすごいお客さんを持ってたんだよね。この人たちには俺は勝てないなと思ってやり方を変えなきゃダメだなと、いつまでもこんなバカみたいな飲み方してたら体がいくつあっても足りねえぞと。
確かに。暗い。30分でボトル1本とか、15分で一升瓶1本とか意味わかんない。いや、それは体壊す。飯旅。Meshtabi. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. 1. Hachikan ni Jo Higashi 5. Boku to Hamburg. 2021年開業。北24条宮の森通りにあるハンバーグ屋さん。気にはなってたけどなかなか来れなかったんだよね。だのさ、いっつも結構車止まってるからね、ここ。北海道でモバを初めてだね、これ。それはきっとモバイルオーダーのことね。だ、思いがけないところにハイテクがあるよね。そうね、意外なところにハイテクありね。十勝清水のメッパーくん。ペッパーくんがメッパーになってるのを想像してしまいました。十勝清水のペッパーくんや苫小牧のハイテク回転寿司、釧路のスパ船の販売機とかね。そうだね、意外にローカルの方がシステム進んでるね。はい、こちらのハンバーグは 100g のミニバーグが1個2個3個っていうスタイル。 200g のハンバーグがサラダ付き、ライス食べ放題でアンダー1000円はお手頃ね。最初炭で香りつけてからフライパンで調理、提供時間は20分ぐらい、結構かかるんだけど、ふんわり蒸し焼きにされたハンバーグは柔らかくて歯がない人でも大丈夫。ソースはオニオン、おろしポン酢、デミマスタード、和風みぞれソースの5種からチョイスナブルなのね。Choiceable. 迷っちゃいや、あんた絶対オロポンっしょ。バレてる。これはリーズナブル&ユースフルレストランですね。 Reasonable and useful. 近所で働いてたら超常連決定っすわ。 Mugi no Sato. 下手稲通りにあるうどん屋さん。昔は味の民芸だったみたいだけど、経営母体が変わって麦の里になったのね。母体は新潟の魚沼にある会社みたいね。母体は新潟の魚沼にある会社みたいね。ありゃ、米どころのうどん屋さんね、意外。この皿うどんは4年に1回ぐらいどうしても食べたくなるんだよね。4年？オリンピック周期？それってそんなに好きじゃないってことじゃないの？そんなことないよ、食いたくなるんだから。とりあえず皿がでっかくてびっくりしたわ。美味しいじゃんこれ。だろう、ちゃんぽんもうまいんだよ。長崎では1回も食べたことないんだけど、ここのはかれこれ20年だから5回ぐらいは食べてるかな。このパリッパリの麺が我々大好物のやつだからね。好き。なんでもっと早く教えてくれなかったの？超いいんですけどここ。 Milky Way. ことに栄町通り沿いのこの看板、気になってた人多いんでないかな。はーい、気になってました。帯広以外で豚丼専門店は珍しいですからね。メニューは豚丼と豚定食のみ、肉の量で値段が違うスタイル。 110g、190g、270g の3段階ね。おじさん以外は全員が B タイプ 190g を注文。若干物足りないかもしれないけれども A タイプで十分かと思いますよ。680円はお安いですね。豚丼っていうのは時折無性に欲する時がありますんでね。あるある。そんな時の駆け込み寺みたいなもんですね。近所にあったらついつい食べちゃう豚丼って感じかな。通常 B タイプからは温泉卵がオンしているらしいんですが、鳥インフルエンザに伴う卵不足のためにそのサービスは排除されていました。残念ですね。次から次へといろいろ起こりますわね。一体どうなっちゃってるのかしら。もう何にも信じられない。ね。Hachikan Kiso R. また北24条宮の森通り、スーパー第一さんの真ん前ね。驚きました、まんじゅうの美味しさに。特に生地がうまいっしょ。美味しい。ふわふわ。片焼きまんじゅうもいいけど、ふんわり柔らかな生地を味わうにはやっぱり中華まんが参考ね。近所の方はちらほら買いに来てますね。ウーバーイーツ系の配達も入れ替わり立ち替わりだったわね。おじさん多分肉まんは年間30個ぐらい食べてるからぜひまたいただきたいと思います。今まではコンビニ肉まんばっかりだったけど。出ました、炸裂セブンイレブンおじさん。いえいえ、肉まんはローソン派ですの。こだわりすんごいはっきりしてる。めんどくさ。
Esperito. 2008年開業、下手稲通りのスープカレー屋さんね。はい、名前がインパクタブルだからね。Impactable. 気になっておりました。ウェブでメニュー見てたけど、割とお高め系じゃない？だのさ、チキンで1200円オーバーだからね。最近のスーカレーにおいては普通っちゃ普通だけど、リーズナブルとは言い難い。Difficult to say reasonable. よね。スープカレーって高いよね。そんな原価かかってるように見えないんだけど。だけれども、結果、エビ味オプションで1500円オーバーになったんだけど、美味しかったから割高感は吹っ飛んだね。エビ味マイウなの？なんで置いてったの？エビ味なのに私を。だってエビ味あんの知らなかったんだもん。くそー、またやりやがったな。エスパイとおすすめの辛さ3番エビカレーありです、これ。でもね、エスパイトのお店じゃなかったんよ。と言いますと？エスパイトが経営してんのかと思うじゃんか。違うの？だろう？エスパー伊藤はおろか伊藤さんのお店ですらなかったんさ。そんなことある？一種の森彦状態じゃんか。ああ、森彦メンエイジ状態さ。流行ってんのこういう無関係名前系。10. Hachikan Nanajo Higashi 4. Wudon Ya Komugi. また北24条宮の森通りの人気うどん店。こここそずっと気になってたのよね。いっつも混んでてさ。んだ、やっとこさ来れました。やっぱり繁盛店でしたよ。40席ぐらいで結構広いんだけど、12時前に開店してたからね。そんな広いんだ、あの場所で。12時前1回転はすごいわね。そして何？卵の天ぷらあんじゃん。だのさ、白身もありの半熟卵タイプだけど、やっぱりこれうまいっす。そしてね、隣のおじちゃんの小エビとごぼうのかき揚げ超うまそうだったんよ。出たー、隣のかき揚げはうまそうに見えるってやつね。これむずいんじゃね？隣の客はよくかき揚げ食う客だ。うまい。言えてる。隣の客はよくかき揚げ食う客だ。ひどすぎる。Hikaino Meshitabi wa. 函館のホテルの思い出がね、ひどいんですわ、これがまた。まだうぶな頃というか、付き合ったばかりの彼女とね、初めてのお泊まり旅ですわ、函館に。ワクワクしますね。そして、昔からおじさん、今でもそうだけど、夜中走るタイプなんだよね。夜中はおまわりさんもいないし、道も空いてるんで、札幌函館が4時間で着いちゃったりするんだよね、ノン高速で。確かに。脳梗塞じゃないよ、ノン高速だよ。危険だ、危険がいっぱいだ。で、朝着いて、サービスタイムで仮眠ですわ。そうするとね、ホテル代も安く済むから。現実的ですね。現実的現実的っていうのと堅実ですねっていうのが混ざったの、それ。国語2の俺に指摘されてる。わかりやすい。2人とも国語2です。3です。それで3はまずいだろ。あの頃は3でした。ね。あれだよ。シャワーを浴びてたらね、悲鳴が聞こえたんだ。キャーって。どうした？大丈夫か？って言ったら、便所で立ち尽くす彼女が便器の方を指をさしたんだ。なんかムカデかなんか出たのかなと、便器を覗いたら、何やら見覚えのあることを焦るあまりじゃーってしなかったの。じゃあ忘れだね。最悪じゃ。最悪だったね。多分彼女的には相当萎えてたと思うんだけどね。Meshtabi, Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. 今回は4トラベラーズということで、せっかく札幌来たんならこれはクリアしたいというミッションをグルメと観光を織り交ぜてご紹介します。それでは早速 Let's get it started. Mission 1. Miso Ramen. 札幌といえば味噌ラーメンなんて言ったって発祥の地ですからね。
これはぜひともクリアしたいミッション。ただ有名店は多かれ少なかれ並びになっちゃうんでね。どうせ並ぶなら私たちの一押しはサイミさんね。Siamese. 我々は食べログウノマーではありませんが、 Tabarogu Unoma. 不動の食べログチャンピオン、ここ10年ぐらいずっと1位かな。ここは人気だけじゃなく実力もしっかりあるラーメンよね。他の店はファーストインパクト重視のお店が多くってね。 First impact. だのさ、最初は美味しく感じるんだけど、とてもじゃないけどスープは飲み干せません系が多いんだよね。後半甘くてくどくてもたれちゃう系ね。その点サイミさんは最後まで美味しくいただけます。他にも美味しいお店はたくさんあるので、私たちのガチ食べ札幌ラーメンとガチ食べ札幌味噌ラーメンの動画もチェックしてみてね。 Mission 2. Sushi. 札幌の観光名所時計台ではなく、大同生命札幌ビル地下飲食店街に北海道最強の回転寿司がございますの。札幌ピーポーにはトリトンが大人気のようですが、我々のお気に入りはこちら、 Nemuro Hanamaru. 根室花丸藩。花丸さんはどのお店も変わらないクオリティね。花丸さんは根室ピーポーも並んで食べる回転寿司ですからね。港町の人々をもうならせる回転寿司をご賞味あれ。食後は時計台で記念撮影、大通公園もテレビ塔もすぐそばだね。マーライオンよりがっかりするかもしれないけれどもね。なんてこと言うの。テレビ塔は展望台まで上がると1000円かかるけど、A型っぽい几帳面な街並みの夜景がご覧いただけます。ちなみに私たち全員 A 型っす。全員って2人だべ。Mission 3. Soup Curry. スーカレーものすごい数のお店あるけど、どうしましょう。悩みますね。スーカレーはどこで食べても美味しいんだけど、しょっぺいやつとたっけいやつは勘弁。ね。まずは札幌トラット系を味わっていただきたいですね。コーヒーハウスさんは Coffee House. 藻岩の夜景絡みで寄りやすい場所。野菜スープのようにさらりとした濃度の最後まで飲まさるカレー。辛さはガツンときますが優しいんです。これがリーズナブルな価格設定かと思いますんです。はい、スープカレーが流行するずっと前から存在していた推定札幌最高のスープカレー。シンプルで優しいけどガツンと辛いスープカレー。寄せ豆腐カレーがあたいのお気に入り。ちょっと変わり種だけど、プルプルさんの納豆カレーも私のツボね。そしてスーカレーベテランの方にはぜひモンキーバーを試していただきたいですね。 Monkey Bar. このカレーは素敵。スタンダードな札幌カレーとはだいぶ違うタイプ。なんていうの？これ未体験のどこにもないカレーよね。んだ、これは食材を知り尽くした玄人が作った絶妙カレーだと思います。Only one taste. Only one taste. バーという看板がスーカレーイメージを減退させているかもしれないけど、古い長屋をリノベーションしててカフェとしてもいいお店よね。むしろレストランよりちゃんとですね。ちゃんとちゃんとちゃんとちゃちゃんとちゃん。じゃららじゃ。Mission 7. Seiko Mart. できればせっかく北海道に来たなら雄大な北海道を満喫ドライブに出かけたいわよね。ドライブに出かけたらおそらく必ず見慣れないコンビニにできましまちゅ。ちょちゃんいくつ？なんだかな、もう気を取り直し、またい北海道至るところで出くわします。こちら、はい、おなじみオレンジ色の看板のセイコーマート。セイコーマート。リボンナポリン、ガラナやカツゲン、北海道ならでは系ドリンクをドライブのお供に購入。できればおにぎりを買って食べてみてね。温かくって安くて大きくて美味しいの。おじさんのお気に入りはベーコンおかか。スパゲッティや焼きそばが128円で売られているのを見ても驚かないでくださいね。トゥルーです。 Mission 8. Seafood. 海鮮はね、北海道を知っている私たちから言わせてもらえば札幌ではないのよね。そうだね、必要以上に観光客向けの食事が高くなっちゃってるかもしれないね、札幌は。港町に行けば美味しく安く食べられるわね。近くで言えば
小樽余市。小樽も観光客むさぼり系のお店が多いから気をつけないとね。ほにゃらら市場。ほにゃらら市場とかってどこの町でも観光客むさぼり系が多いので注意が必要ね。そうだね。観光客が集まるところは高いよね。これだけは言える。もう3000円前後の海鮮丼が当たり前になってる。北海道には最高の海鮮丼がいただけるところはいろいろあるんだけれども、札幌からはベリーファーなんだよね。Very far. 札幌市内で食べるならたぬき小道はリーズナブルね。 Tanuki Komichi. Tanuki Komichi. 2022年夏にオープンしたたぬき小道。北海道のいろんなグルメが集結した現代版屋台村みたいな楽しい施設ね。お店がすんげーいっぱいあるよ。私たちの実食見分もまだなのでおいおい紹介しますね。1階にある四八鮮魚店は海鮮丼がリーズナブルに味わえちゃいます。はい、この中心部でこのプライスは嬉しいんじゃないですか。1000円台でこの森は最近なかなか見ないわよね。新しめの施設だからまださほど混雑してないしね。中央卸売市場まで行かなくってもたぬき小路2丁目だから超街中なので時間効率がいいでしょう。中央卸売市場はお寿司がお気に入りだけど最近混んでてすんごいの。なんか予約でいっぱいになっちゃってるらしいんだよね。そうなってくると値段も上がっちゃってきちゃう予感。かもね。たぬき工事に行ったら1丁目で熊との記念撮影も忘れずに。 Mission 9. Rokkatei. 札幌駅近くの北海道土産のど定番ね。六花亭札幌本店。マルセイバターサンドが有名だけどここではそのアイスバージョンマルセイアイスサンドがいただけます。 Marusei Ice Sand. もちろんアイスだからその場で食べるしかないんだけどね。六花亭の本拠地帯広以外で食べれるのはここ札幌本店だけだからね。これうまいよね。バターサンドもあんバタさんも大好きだけども、あんバタさんは牛月だね。アイスサンドの方が好きだよ。私もよ。札幌駅界隈なら札幌ソウルフードカレー、コロンボさんのルー食べ放題も体験してみてはいかがかな。でもコロンボさんでもアイスクリームがサービスで出てくるのでアイスの食べ過ぎに注意してね。 Mission 10. Night View. 実は札幌の夜景って綺麗なの。函館と甲乙つけがたい綺麗さかもね。夜景の推奨ポイントは3カ所。大倉山、藻岩山、そして N43 ね。Okurayama. これは札幌でなければ絶対に体験できない観光施設。夜景とクレイジーなスキージャンピングの巨大施設をご覧いただけます。はい、ぜひスタート展望台に登って見下ろしてみていただきたいですね。スキージャンプの起源が囚人の処刑だったってことがよくわかると思います。いかにクレイジーな競技かというね。それ本当の話なの？そうなんだよ。ノルウェーのある意味死刑執行で生き延びることができれば減刑になったそうだよ。怖っ。おじさんは高所恐怖症なので這いつくばらないと下を覗けませんでしたからね。それでジャンプ少年団入るのを諦めました。ショッピングモールの吹き抜けで腰抜かしそうになってる人がそりゃ無理でしょうよ。Moiwayama. 藻岩山頂からの夜景は壮観。私的に函館より長崎より札幌だな。レストランも素敵よね。美味しかったね。窓際の超夜景シートはおそらく1万円コースでなきゃ案内されないと思うけど、運次第かな。入り口でどのコースにするか聞かれて5800円コース言うたら端っこの席に案内されちゃったもんね。でも料理的には5800円のコースでも十分よね。目にも舌にも美味しいフレンチ。でもやっぱり私的には N43 が好き。N43. はい。とんでもないところにバーを作った人がいるんです、札幌には。この店は最高です。ギャルだった頃、デートで初めてここに連れてこられた時、めっちゃテンション上がったもんな。眼中にない人だったけど恋に落ちちゃったもんね。簡単やな。藻岩のレストランよりゴージャス感あるよね。本
当に素敵な場所。ギャルだった私をレディーになったような気分にさせてくれたお店。そうだね。普段よりグレードの高い自分になった気分にさせてくれるお店。我々の安い機材では映像クオリティが低すぎて景色の素晴らしさが伝わらないでしょうが、ぜひご自分の目でご覧いただきたい。札幌の素敵な思い出になることは間違いなしね。ね。Chikai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai N43 はね、昔シートチャージ2500円だったんだよね、確か。今は安くなったよね。だからコーヒー一杯3000円ぐらいだった気がする。高っ。今は550円？なんか来るたびに安くなってるよね。うん。気軽に来れていいわ。全然価値あるよね。逆に安いと思う。あの景色と雰囲気で。あれ何年前かな。N43 の隣の土地が売りに出ててさ、買おうと思ったことあったんだ。初耳。そうなの？ちょっと狭くて駐車場があんまり取れないからね、やめたんだよね。したっけ？その後宮古市屋さんが買ってコーヒー屋やったよね。あそこね。70粒ぐらいだったかな。さあいくらでしょうか。4800万。だから安いかな。いや忘れたんだけど、忘れたんかい。買おうと思ったぐらいだからもうちょっと安かったんじゃないかな。何やろうとしたの？大種低層住居専用地域だから半分以上が住居じゃないとお店はできない場所なんだよね。N43 も半分以上はオーナーの住宅になってるはずなんだよね。あれだよ、室蘭の無敵楼もそうだし。確かに自宅あったね。確かね、俺寿司屋をやろうとしたんだよね。いいな、寿司。夜景を一望に今日いいっていうちょっと高めの寿司屋ね。客単価いくら設定？10万？ 10万？あえて安く10万でね、予約が2年先まで埋まってますみたいな、なかなか予約が取れませんみたいなのがかっこいいかななんて思ってね。かっちょええ。妄想半端な。そこのおかみさんやりたかったな。神々おかみさん？名物神々おかみでございます。ダメだよ俺たちみたいなのじゃせっかくのムードが台無しになるから、もっと品のいい人種じゃなきゃ無理。ダメかな。すぐ下ネタ言っちゃうから。着物着てどうも神々おかみでございますって出てくるの。だのとかってすぐ言い出しちゃうからね。ほらそれはダメだ。大間のマグロがまずくなる。いらっしゃいませってやれないとダメだね。そうか。いらっしゃいませ。ここから声出さないとダメなやつね。無理っしょ。いや無理。3分も持たない。いいな。かっこいいよね、あそこで寿司屋だったらね。でも住むにしたらさ、ちょっと辛いよね、坂が。住んでる体で